次は2つの折れ線グラフを表示する演習をやってみましょう。まず最初に、セルを作りますね。そしてここのところに書いていきます。で、同じような形で、マットプロットリブを使いますので、まだこれ使ってない場合はですね、この2つの部分はコピーしておいた方がいいと思います。ここで、コピーですね。コントロール C でコピーしておいて、こちらの方に貼り付けておくということですね。そして次に、先ほどの例では、パーセントマットプロットリブっていうのを使って小を使わなくても表示できるようにということで使いましたね。これは、ここでマットプロットリブで、インラインとやれば小を使わなくても、ちょっとここが自動的に入ってしまったですね。マットプロットリブのインラインですよね。インラインで、ここ自動的に入ってしまいますね。ここで、空白1個開けて、エンターすればこの部分が自動的に入らないんで、こうした方がいいかもしれないですね。これで、この単語が良ければここで、1回実行してみてエラーが出なければそれでいいです。これで、通常のシステムではパーセントマットプロットリブインラインで書けば小がいらないということなんですけども、コラボレートリーの場合はここは別に、先ほどの例では書かなくてもよかったですね。通常は正式にはこういうふうにするということです。それで、次に、X データの方を定義してやります。で、X で、リスト形式で定義するということで、例えば、100の2、100の300、400、500、600、X 軸の方はこういうようなデータを定義してやって、Y 軸データをY 軸データの1つ目を Y1 として、ここで同じような形でリストとして、定義していきます。これで10、20、30、50、80、130という形ですね。これで一応 XY の方の定義ができました。で、これを、プロットするとっていうことですけども、PLT のモジュールを使って、折れ線グラフで、プロットを括弧 XY Y が Y1 でしたね。こういう形
で、やると、これ実行すると、こういう形で、ここが X のデータがこっちですね。Y のデータがこれで、こういうふうな形で、グラフが書けるということですね。ここにもう一つ、の Y 軸データを用意して重ね書きしてやるっていうことを今からやっていきます。それでここで、データを10の15の30の45の60の75と書いてやって、ここで、同じような形で、これをコピーしてやりましょうか。これをコピーしてやって、下の方に貼り付けて、ここがY2 というふうにします。そうすると、ここの Y2 のデータも表示されるということになるんですね。こういう形で、表示されました。ここでは自動的に色がですね、こういうふうな形で色違いに、出るように、なりましたね。それで、青が何か赤が何かっていうのを表示するには、判例を表示する機能を使っていきます。ここで、plt.legend ですね。レジェンド、これですね。これを選んでやる。で、カッコっていう形で入れてやる。そうすると、これを実行すると、ラベルが設定されてないんで、ここでは、こういうようなメッセージが出てのハンドルっていうふうな形ですね。ラベルファウンドっていうふうな形で出ていますので、これでは表示できないということですね。ラベルを設定しないといけないということになります。それでその前に、マーカーのここの部分がマーカーなしでこう表示されてますけども、そのマーカーを表示するには、この後に、マーカーという単語を入れてやって、その後ですね、ここで、O っていう小文字の O っていうのを入れてやると、ここを見るとこういうふうな形で丸のマーカーが入ります。で、同じような形で、ここでコピーしてやって、こっちにも入れましょうか。こっちにも入れますね。こうすると、同じ丸のマーカーがここに入りましたね。ここで、こちらの方を、V というふうに設定してやった場合ですね。ここに逆三角のマーカーが入ったことがわかります。そこで、あとラインスタイルもちょっと変えてやりたいときは、ここに、ラインスタイル、ラインスタラインスタイルイコール8000の場合ですね。8000
ちらにも入れましょうか。こちらにもコピーして、こちらはコロンを入れてやりましょうか。こうすると結果を見ましょう。両方とも破線になるんですけども、こちら側はより小さい破線になってますね。そしてあとはラベルを入れることもできますね。ラベルがここですね。ラベルイコールここで、こちらの方が例えば Y1 にしましょうか。Y1 にしましょうか。で、こちらの方がこちらの方が Y2 のデータということで、こうしましょうか。そうすると、ここに、Y1 のデータがブルーで、オレンジの方が Y2 のデータであるということの、ラベル表示ができるようになりました。で、ここではカラー指定をしてないんですけども、カラー指定もこの後にすることができます。ここで、カラーですね。カラーイコール、ここで、例えば、こちらの方をブルーにしてやって、Y2 の方をレッドにしてやるということもできます。R を指定してやると、これで逆になったですね。こういうふうな形でいろいろ前のところのパラメータ設定のところで説明したような形でですね、こういう記号を入れてやれば自由に、データの属性を変更することができます。